どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、苔取り生態は導入したことがありますでしょうか？苔取り生態にもいろんな種類がいますが、大体はエビを思い出しますよね。自分の動画でも頻繁に登場するのはヤマトヌマエビで、毎回活躍してもらってます。エビ以外にも熱帯魚の苔取り生態なんかもいます。そんないろんな種類がいる苔取り生態なんですが、だいたい見かけるのは小型の生態ですよね。プレコとかになってくると数センチでは効かないくらいでかくなりますけど、苔取り生態と言っていいかは疑問が残ります。そんな中、今回はとんでもなくでかいあいつを導入していきます。あまり見慣れない生態だと思うので、ぜひ最後まで見てやってください。というわけで、今回紹介する生態を購入したのはいつものペットバルーンです。ちなみに購入した時期はまだ寒い冬であり、しっかりと回路が入っていました。こうやって回路を見ると映像だけでも季節がわかるんですが、回路を発熱させるために設けられた空気穴が発泡スチロールに開いているかどうかを確認すれば、開封する前から判断が可能です。こんなの覚えたところで全く意味はないんですけど、他の動画で開封した映像とか見るとそれだけで判断できます。ちなみに購入した生態は2種類より、未だに1匹も紹介できてません。今回はその中の1種類を紹介していきます。というわけで、開封する前にいつもの温度合わせを行います。これなんで水面に浮かせるのかというと、当たり前ですが導入する水槽の温度と同じにするためです。ただ自分のように部屋全体を丸ごと一定の温度にしている場合は、そのまま放置しててもいいように思いますよね。しかし室温管理をしている場合でも絶対に水槽内に浮かしておいた方がいいです。それはなぜかというと、空気よりも水の方が熱伝導率が高いからです。周りが水に囲まれている方がその水温に早く近づくわけですね。正直水合わせに関しては点滴法でじっくりした方がいいという方や、そのままドボンしてもいいという方もいる感じなので、これが正解っていうのはないんです。ただ水温合わせは皆さん口を揃えてしっかりやるべきと言っているので、肝心なのはこの水温合わせだと思います。夏場冬場は特に水温が変わってくるので、どんなに忙しくても水温合わせだけは怠らないようにしましょう。そんな感じで一番大事な温度合わせを行ったら、開封して水合わせをしていきます。開封するときはこんな感じで、バケツを受け皿にしていると生態が床に落ちたり、床が水でびしゃびしゃになることを防げます。というわけで今回紹介する生態はこちら、ジャイアントオトシンペルー産。価格は1匹4980円。こちらは自分が大好きなオトシンクルスという苔取り生態の大きいバージョンです。正直実店舗では1回も見たことがなく、調べた感じ情報もあまりないので、流通量はそこまで多くないようです。店頭で一切遭遇したことがない生態にも出会えるのがペットバルーンのいいところ。これがネット通販で利用できるんだから本当に最高ですね。ジャイアントオトシンとは、ペルー・ブラジル原産のアマゾン川流域に生息するオトシンクルスです。通常のオトシンに関してもペルーやブラジルが原産なので、そこら辺は全く同じです。ちなみにジャイアントオトシンと一言で言っても、その中にはいろんな種類が含まれているようで、産地によっては見た目に違いが出てくることもあるとのこと。一般にオトシンクルスと呼ばれる種はベスティタス、ビッタートゥス、アフィニスという種類がいるようなので、ジャイアントオトシンに関してもそんな感じの分類があるのではないでしょうか。
今回購入した個体はペルー産のようなので、ブラジルだとまた違うのかもしれませんね。ジャイアントオトシンクルスは最大体長10センチ以上、適正水温22から28度、水質は弱酸性から中性、餌は草食性が強く人工飼料には餌付きにくいです。通常のオトシンクルスの最大体長が5センチ程度なので、単純計算2倍以上でかいことになります。ただ見た目は明らかに2倍レベルではなく、体積で言えば3倍以上なのではないでしょうか。これはオトシンクルスが他の生態と違って横にのっぺりしているのも関係しているかもしれません。ただ縦に伸びただけではなく、横にもしっかりでかくなっている印象。性格は普通のオトシンに準拠しており、とてつもなく温厚です。でかい図体をしている割に控えめで、他の生態を襲うことは一切ありません。もしかしたら生まれたての稚魚とかは誤って吸い込んでしまうことがあるかもしれませんが、自分から狙って襲いに行くことはまずないです。水質に関しては通常のオトシンと同じであればめちゃくちゃ強いというわけでもなさそう。経験上オトシンネグロは丈夫で繁殖も行えるくらいの種類なんですが、普通のオトシンクルスは導入して数日で落ちてしまう個体も多いんですよね。それが餓死なのか水質が合わなかったのかは分かりませんが、導入するときはビクビクしてしまう生態です。ただ慣れるとめちゃくちゃ長生きしてくれて、気づいたら主のようにでかくなってる個体もいます。自分の水槽でも何匹もそういった個体がおり、たまに顔を出してくれて癒されます。ちなみに自分は生態の中でも一番と言っていいほどオトシンクルスのことが好きで、アイコンにしている絵もオトシンクルスに載ってたりするんです。それくらい好きな生態なので、今回のジャイアントオトシンも複数匹購入しようか迷ったんですが、価格がいかつかったのと、まだ一度も育成したことがなくて心配だったため1匹のみにしました。先ほどから通常のオトシンクルスの差ばかりお話していましたが、このジャイアントオトシン、すごく可愛い顔してますよね。特に好きなのはこの鼻先。目から鼻先がめちゃくちゃ離れていて、なんか横から見るとサメのようにも見えてきます。ペットバルーンではシャークフィンジャイアントオトシンとして入荷している個体もいるようなので、サメに似ていると思っているのは自分だけではないようです。個体によっては鼻先が本当のサメのように上向きになっているのもいるようで、若干興味があります。まあこのジャイアントオトシンも十分可愛いんですけどね。そしてでかいからこそ鱗がしっかりしており、小型生態ばかり飼育していると見られない迫力のようなものを感じます。オトシンクルスは骨格が非常にがっしりしており、周りも結構硬いので、鱗も相まって鎧のような印象を受けますね。というわけで導入していきます。今回も出ていかないことを見越して早々にプラケをひっくり返しているんですが、さすがはジャイアントオトシン。通常のオトシンクルスよりも吸着力がすごく、顔が水面に出てもしがみついてます。ただ何度も振っているうちに観念して出ていってくれました。導入直後の映像がこちら。ヤマトヌマエビになんかつまつまされてます。それに対しても全く微動だにしないのが王者の風格を感じますね。さすがに鬱陶しいと思ったのか、つまつまされてるヒレでヤマトヌマエビを振り払ってます。というかこのヤマトヌマエビも大概でかい方なんですが、ジャイアントオトシンはその3倍くらいでかいですね。さらにでかいヤマトヌマエビも参戦してちょっかいをかけようとしているんですが、こっちのヤマトヌマエビは気になってるだけでつまつましてません。結局餌じゃないと分かったのかどっかに行ってしまいました。先ほど執拗にオトシンのヒレをつまつましていたヤマトも最終的に諦めて帰っていきました。
ちなみにお見せしているように導入したのは60センチクリプトコリネオンリー水槽なんですが、どうしてここに入れたのかというと、大きな流木がど真ん中に鎮座しているからです。オトシンクルスの導入時の一番の問題って何よりも餌を与えられるかどうかなんですよね。特にオトシンは人工飼料に餌付きにくく、苔を頼りに育成していくことがほとんどなんですが、流木とかがないとなかなか餌にありつけないんです。なので幅60センチの水槽のほぼ全長を覆い尽くすレベルの流木が置いてあるこの水槽でどうにかしようと思ったわけです。こうやって導入直後から流木にくっついているところを見ても、やはり流木にいるのが安心するように見えます。それから数週間経過後の状態がこちら。相変わらず流木にへばりついてます。結構流木の苔も食べているようで、導入直後より流木の色が若干変わってるような気がしないでもないです。そして例に漏れずまたヤマトヌマエビにちょっかいをかけられたりしてます。ただ導入直後よりも吸い付きながら移動している姿が見られるので、なんとか苔は食べているようです。ちなみにそれだけだと心配なので、自分はブラインシュリンプを直接口元にスポイトで噴射して与えています。食べてるのかどうか疑問ではあるんですが、エラから吐き出している様子もないので、ある程度食べてくれてるみたいです。通常のオトシンも赤虫やブラインシュリンプを与える方法があるため、それを参考にやってみた感じ。草食性が強いといっても、全く動物性の食べ物を食べないというわけでもないんですね。というわけでいかがだったでしょうか。なかなかいかついオトシンクルスを導入したんですが、やっぱりオトシンは可愛いですね。どちらかといえばサメ寄りになっているこのジャイアントオトシンも、怖さというよりは大きくなって愛くるしさも倍増している感じで、見ていて飽きません。正直価格が価格なので気軽に導入できるかと言われればそうではありませんが、見かけたら導入を検討してみる価値はあると思います。ただ先ほどもお話ししたように流通が安定していないため、常に見られる種類ではありません。見かけたらラッキーくらいに思っておいた方がいいかもしれないです。しかしそんなジャイアントオトシンクルスも編集時現在ペットバルーンではネットで購入することができます。もしこの動画を見て気になった方はペットバルーンを覗いてみて、まだ購入できるか確認してみましょう。というわけで今回はここまで。 Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。